岡山城は旭川を天然の堀として築かれた平山城です。今の岡山城付近には旭川の流域に岡山、石山、天神山という3つの丘がありました。その石山にあった城を手に入れて本拠地とし、岡山の地を戦国の表舞台に立たせたのは浮田直家でした。その子の秀家は岡山の丘に本丸を定め、今に残る岡山城を築きました。さらに多岐にわたる旭川の河道を利用して流れを現在のように城の北や東を守るように整えたり、堀作りに活用し、堀の間に南北に長い城下町を作り上げました。その後城主となった小早川秀明、池田氏により城と城下町はさらに拡張され、今に至ります。岡山城は現在本丸跡を中心に宇城公園として管理されています。本丸入り口あたりの石垣には城主の威厳や権力を誇示するためと思われる巨石が使われています。最大で高さ 4.1 メートル、幅 3.4 メートルで厚みのない板石を建てたものです。調査により池田家が城主になった頃に築かれたと考えられています。大納戸櫓は本丸の王手を守る要となる34階建ての城内最大の櫓でした。浮田直家が整備した亀山城から移築したとの伝承もあります。友の腰掛は岡山城に途上した藩士らの付き人が主人の用事が済むまで待機する場所でした。現在は復元されており、休憩スペースとして利用できます。黒金は鉄のことで、木の部分を鉄板で覆ったいかめしい門だったため、この名になったと言います。下の段の南側から中の段の表書院へ通じる櫓門でした。本丸の絡め手にある櫓門で、門の上に敵を迎え撃つ上屋がありました。上屋は本段と中の段を結ぶ城主専用の廊下としても使用されており、廊下門と呼ばれていました。1966年に再建されました。本丸の裏、北西方向を守る櫓です。1620年代に池田忠夫が築いた実物で、国の重要文化財に指定されています。城外側から見ると2階建てですが、城内側から見ると3階建てで、一番下の階は土蔵となっています。城外側には鉄板で覆われ、下部に石落としのある出窓があって、敵を監視、迎撃するための軍備を高めています。城内側では最上階に高欄と回り縁があり、天井板も張られて、月見櫓の名の通り風格を高めた造りです。月見櫓につながる北と西の石垣の最上段には、内側から鉄砲で狙い撃ちするための隙間がくり抜かれた重岩石があり、櫓と一体で軍備を高めていました。本段に上がる入り口として防御を高めた大型の城門です。本段には藩主が暮らす御殿があり、限られた人しか入れませんでした。よってこの門は普段閉ざされ、それが名の起こりとなりました。江戸時代、藩主の移動は天守近くにあった渡り廊下で行われたといいます。
この門は明治時代に取り壊されましたが、1966年に外観が再現されました。開かずの門を抜けると天守閣が見えてきます。岡山城の天守は豊臣秀吉の大阪城がそうであったと言われるように、外壁は黒塗りの下見板で覆われていて、宇城の別名があります。また発掘によると、宇田秀家時代の金箔瓦が出土しており、築城時には城内の主要な建物の随所に金箔瓦が用いられ、豊臣政権下の有力大名である威厳を示していたのかもしれません。これにより金宇城とも呼ばれます。さらに天守の石垣や1階の平面が不等辺五角形をしているのも特徴の一つで、土台になった岡山の丘の地盤に合わせたためと言われています。天守は明治維新後も残る貴重な存在で、昭和初期には詳細な図面が残されましたが、戦災で消失しました。しかし1966年には王子の姿を忍ばせる天守が再建されました。令和3年6月から令和の大改修として工事が始まり、令和4年11月3日にリニューアルオープンしました。現在も週末は多くの観光客で賑わっています。本丸から西側に続くかつての二の丸周辺にも当時の石垣が町の中の一部として残っています。季節によってライトアップイベントやその他多くの催しが行われている岡山城。令和の大改修を経て多くの人に愛されながら、岡山城は町とともに今も生き続けています。